オスマン一世の出自と若年期。アナトリアの小さな部族長。オスマン一世はアナトリアの小さな部族の長として出発しましたが、そのリーダーシップと戦略で領土を拡大し、後にオスマン帝国の基礎を築きました。彼は戦略的に重要な地域に位置する小さな部族の首長として、地元の政治状況と地理的利点を巧みに利用しました。彼の野心と統治能力が後の帝国建設の土台となったのです。オスマン一世はビザンチン帝国の衰退を利用し、周辺のトルコ系部族と連携して領土を拡大しました。この動きは彼の政治的及び軍事的な才能を示すものであり、小部族の長から地域の主要勢力へと彼の地位を高めました。アナトリアの小さな部族長であったオスマン一世の野心と才能は、やがて大帝国の創設へとつながる重要な第一歩だったのです。動画の途中ですが、チャンネル登録、評価をいただけましたら嬉しいです。初期の統治と領土拡大。オスマン一世の初期の統治は、緻密な戦略と外交によって特徴づけられ、その結果、帝国の急速な領土拡大が実現しました。彼は周辺の小国や部族を征服または同盟関係に引き込むことで効率的に領土を拡大しました。また経済と軍事の両面で強力な基盤を築くことに成功しました。オスマン一世はビザンチン帝国との戦争や他のトルコ系部族との同盟を通じて自らの支配地域を拡大しました。特にバプヒスヤルの戦いでの勝利は彼の領土拡大における重要なターニングポイントでした。初期の統治期におけるオスマン一世の戦略的な決断と軍事的成功は、オスマン帝国の迅速な拡大と強力な国家基盤の確立に大きく貢献しました。オスマン帝国創設への野望。オスマン一世はただの部族の長から大帝国の創設者へと変貌し、その野望とビジョンがオスマン帝国の礎を築きました。彼の野望は単に領土の拡大に止まらず、持続可能な国家機構の構築、社会の統合、文化の発展にも焦点を当てました。これにより、一族の首長から帝国の創設者へと彼の地位は変化しました。オスマン一世は自らの支配下で安定した統治体制を確立し、軍事、経済、法制度において基礎を築きました。これらの取り組みは後のオスマン帝国の成功の基盤となりました。オスマン一世の野望と統治は帝国の創設とその後の発展に不可欠であり、彼は真の意味でオスマン帝国の建国者として歴史に名を刻んでいます。オスマン帝国の創設、ビザンチン帝国との関係。オスマン帝国の創設期において、ビザンチン帝国との関係は、競争と協力の複雑な組み合わせであり、オスマン帝国の拡大に大きな影響を与えました。ビザンチン帝国は衰退していたものの、依然として重要な政治的、軍事的勢力であり、オスマン一世はこの帝国との関係を通じて自らの地位を強化しました。ビザンチンとの戦争や同盟はオスマン帝国の初期の領土拡大に重要な役割を果たしたんです。オスマン一世はビザンチン帝国の弱点を利用して領土を拡大し、ビザンチン帝国の都市や要塞を次々と攻略しました。ビザンチンとの戦いでの勝利はオスマン帝国の威信を高め、さらなる征服の道を開きました。ビザンチン帝国との関係はオスマン帝国の創設と初期の拡大において決定的な要素であり、オスマン帝国が後の大帝国へと成長する基礎を築いたのです。オスマン一世の戦略と戦術。オスマン一世の戦略と戦術は彼の成功の核心をなし、オスマン帝国の急速な領土拡大を可能にしました。彼は柔軟な戦術と優れた戦略眼を持ち、敵の弱点を見極めてはそれを突くことで多くの勝利を収めました。この軍事的な才能は、オスマン帝国の領土拡大と権力確立の鍵となりました。オスマン一世は小規模ながらも高度に訓練された軍隊を率い、敵に対して機動力と奇襲戦法を駆使しました。
例えば、彼はビザンチン帝国の脆弱な辺境を攻撃し、戦術的に重要な地域を次々と掌握しました。オスマン一世の戦略と戦術の巧みな運用は、オスマン帝国が初期に迅速に拡大し、強力な軍事国家としての地位を確立する上で重要な役割を果たしました。オスマン帝国の最初の領土と都市。オスマン一世による最初の領土拡大は、オスマン帝国の地政学的基盤を形成し、後の帝国の成長における重要な出発点となりました。オスマン一世は初期にアナトリアとバルカン半島の一部を征服し、これらの地域を帝国の核としました。これらの領土は戦略的に重要な位置にあり、オスマン帝国の商業、軍事、文化の中心となりました。オスマン一世の下で、ブルサやニカイア現在のイズニクなどの都市がオスマン帝国に編入されました。ブルサは後に帝国の首都となり、政治、経済、文化の中心地として栄えました。オスマン一世による最初の領土と都市の獲得は、オスマン帝国の基礎を築くと同時に、その後の拡大と発展の基盤を形成しました。統治と政策、軍事組織と征服戦争。オスマン一世は効率的な軍事組織を構築し、これを機に征服戦争を展開しました。これによりオスマン帝国は急速に拡大し、強大な軍事力を築き上げました。彼は戦争の成功を通じて領土を拡大し、またそれを支えるために強力な軍事組織を創設しました。軍隊の訓練と組織化に力を入れ、特に騎馬兵を中心とした軍隊は、その高い機動力で知られるようになりました。オスマン一世はガージー戦士たちを積極的に利用し、これらの騎馬兵を主力として小規模ながらも強力な軍隊を構築しました。彼の軍事戦略はアナトリアとバルカンの諸国を征服する上で大きな役割を果たしました。オスマン一世の下で構築された軍事組織と征服戦争の実行は、オスマン帝国の勢力拡大と軍事的地位の確立に不可欠であり、帝国の基盤を固める重要な要素となりました。オスマン法の創設。オスマン一世は統治の合理化と権威の確立のためにオスマン法を創設しました。これにより帝国内での統一された法体系が確立され、長期的な政治的安定がもたらされました。彼は帝国全体で適用可能な一連の法律を確立することによって、様々な地域と民族を統治する際の基準と秩序を設けました。これは帝国の統治を強化し、異なる文化や宗教を持つ地域を統合するための重要なステップでした。オスマン一世は征服した地域の既存の法体系を取り入れつつ、イスラム法の原則に基づいた新たな法律を導入しました。これにより帝国内の法的な一貫性が保たれ、統治の効率化が図られました。オスマン法の創設はオスマン帝国の政治体制の基礎を形成し、5の世代における帝国の統治と法の伝統に大きな影響を与えました。経済と貿易の発展。オスマン一世の統治下で経済と貿易は大きく発展し、オスマン帝国の繁栄と安定の基盤を築きました。彼は征服した地域の資源を活用し、貿易路の確立と市場の拡大に努めました。特にシルクロードの交易ネットワークにアクセスすることで経済的利益を大きく増やしました。オスマン一世はアナトリアとバルカン半島の戦略的な地域を支配することで東西の商業ルートを掌握しました。これにより地域間の貿易が活性化し、経済の多様化と成長が促進されました。オスマン一世の統治期における経済と貿易の発展はオスマン帝国の財政的基盤を強化し、その後の帝国の繁栄と拡大に貢献しました。オスマン一世の遺産と影響。オスマン帝国の建国者としての地位。オスマン一世はオスマン帝国の建国者として、その強力なリーダーシップと遠大なビジョンにより帝国の基礎を築いたことで歴史にその名を刻んでいます。彼の統治下で行われた軍事的征服と政治的統合は、後に大帝国へと発展するオスマン帝国の土台を作りました。
彼のビジョンと決断力が帝国の初期の形成に重要な役割を果たしたのです。オスマン一世はアナトリアとバルカンの多くの地域を征服し、統一された支配を確立することで、後の帝国の拡大と繁栄の基礎を築きました。彼の名は帝国の名称にも使われ、その創設者としての地位を永遠に確固たるものにしています。オスマン一世はオスマン帝国の建国者として、その初期の成長と発展に決定的な影響を与えた人物であり、その遺産は今日に至るまで帝国の歴史において重要な位置を占めています。オスマン一世の後継と帝国の拡大。オスマン一世の死後、彼の後継者たちは彼の遺産を継承し、オスマン帝国のさらなる拡大と繁栄を実現しました。オスマン一世によって確立された統治体制と軍事戦略は、彼の後継者たちによって引き継がれ、これが帝国の継続的な拡大と安定化に寄与しました。彼の子孫たちは、彼の征服した土地をさらに広げ、帝国を大国へと押し上げました。彼の息子オルハンが後を継ぎ、オスマン帝国はさらに領土を拡大し、組織としての強化を図りました。オルハンは、帝国の首都をブルサに定め、経済と文化の中心として発展させました。オスマン一世の後継者たちは、彼の築いた基盤の上に立ち、帝国をさらに拡大し、中世から近代にかけての重要な力としてオスマン帝国を確立しました。オスマン帝国の歴史におけるオスマン一世の役割。オスマン一世は、オスマン帝国の創設者として、その後の帝国の歴史や文化、政治に長期にわたり深い影響を及ぼしました。彼のリーダーシップと成功した征服は、オスマン帝国の初期の方向性を定め、その後の多くのスルタンが従う模範となりました。オスマン一世の統治は、帝国のアイデンティティと遺産を形成する上で中心的な役割を果たしました。オスマン一世の名前と彼の創設した帝国は、その後数百年にわたり、東西の交流の中心であり続けました。彼の政策と統治スタイルは、後のオスマン帝国のスルタンたちによって引き継がれ、発展し続けました。オスマン一世は、オスマン帝国の創設という歴史的な功績を通じて、帝国の歴史だけでなく、世界史においても重要な位置を占める人物となりました。彼の遺産は今なお、その影響を各地で感じることができます。